本日は自律神経を整える正しい座り方というテーマでお話しいたします。あなたはこれまで座っている姿勢を意識されたことがあると思います。座っている姿勢って大事ですよね。特に座り仕事など長時間されている方はなおさらです。その姿勢が自律神経にどのような影響を与えるのか、どのように座れば自律神経を整えるのに効果的なのか、自律神経失調症を改善するためにはどのような座り方をすればいいのか、この動画を最後までしっかりと見ていただくことでこれらのことが理解できると思います。ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、野村整骨院の野村明です。まず最初に説明していくのは、座り方と自律神経失調症の関係について、どのような座り方が自律神経に影響を与えるのか、これについて理解しておきましょう。これを知っておかないと、いろいろな自律神経失調症の改善方法、ストレッチやエクササイズを行ったとしても、自律神経失調症の症状がなかなか改善されない、そういったことに悩まされてしまいます。まずはこの自律神経と座り方について紹介いたします。お仕事や勉強などで座る時間が長い方は特に必見です。自律神経失調症といえば、自律神経の乱れから来るいろいろな症状がありますが、本日は特にイライラ、焦り、憂鬱、不安、落ち込み、やる気が出ないなど精神的なものを改善する方法になります。これらの自律神経失調症と言われる症状の主な原因はストレスです。人はストレスを受けると筋肉を固めて守ろうとします。すると体の循環に影響を与えます。循環というのは血液循環、リンパ液の循環、脳脊髄液の循環、そして呼吸ですね、酸素と二酸化炭素の循環です。本日の座り方というのは脳脊髄液の循環に深く関わりがあります。脳脊髄液の循環と言われてもイメージしにくいと思います。これは脳というのは水に浮いているという話を聞いたことがあると思います。実際脳は水に浮いていて、その水を脳脊髄液と言います。そして脳と全身の神経はこの脳脊髄液が循環しています。この脳脊髄液の循環が悪くなると脳と神経系の老廃物の排出がうまくいかなくなり溜まりやすくなります。それにより自律神経を含む全ての神経がしっかりと働けなくなります。病院での検査は神経の働き具合を調べる方法というのがほとんどありません。 fMRI という最先端の MRI があるんですけども、これは脳の血流を見ることができるんですが、実際自律神経がどのように働いているのかを見るのは非常に難しいです。だからあなたに症状があったとしても病院の検査では異常が見つからず、これといった原因がわからないとなることも少なくないと思います。ではこの座り方一つでどうやってこの脳脊髄液の循環を改善していくのか。はい、それではまずは座れる環境にある方は座ってみてください。そして確認なんですけども、どのように座っていますか？お尻のどこの部分が一番当たっているのか確認のために、ちょっとね、お尻の下、こういう感じにお尻の下に手を引いていただいて、ちょっとね、軽く動いてみてください。ちょっと深めにね、入れていただいた方が分かりやすいと思いますので、そうするとですね、この上でなんかゴロゴロ硬いものが動く感覚があると思います。ちょっと痛いかもしれないので気をつけてくださいね。そのゴロゴロ当たっている硬いものが座骨です。で、座骨というのはこれ背骨と骨盤なんですけども、ちょうどこういう感じですね。で、この骨盤のこの部分ですね、この部分とこの部分が座骨です。そして今こういう感じで座ってるんですね。で、普通に座るとですね、人が普通にどっこいしょって座ると骨盤がね、若干後ろ気味、こういうふうに倒れて座ってるんですね。それをですね、まっすぐ骨盤を立てていただいて、そしてその上に腰の骨、腰椎をまっすぐ乗せて、そして胸椎、胸の骨ですねをまっすぐ乗せて、
そして頸椎、首の骨をまっすぐに乗せる。でその上にこういう感じで頭蓋骨が乗ってくるんですけども、この一番下の骨盤ですね、この骨盤の位置がしっかりと定まっていないと、整っていないと、その上に乗ってくる腰椎や胸椎、そして頸椎がしっかりと定まらなくなり、最後ですね、最後頭蓋骨ですね、頭蓋骨が定まった位置、つまり正しい位置に置けないということになってしまいます。ですので座る時っていうのはこの座骨の位置が非常に重要になってきます。で本来なら腰の部分が前腕して、胸の部分が後腕して、首の部分が前腕っていうふうにちょっとこう S 字を描いているんですけども、この座り方する時はですね、座骨の上にまっすぐ骨を乗せていくイメージで、この背骨の後ろに脊柱管っていう管が通ってるんですね、パイプが通ってるんです。そのパイプの中を脊髄という神経の束が通ってるんですね。そこをまっすぐしていただく。そうするとそこに流れている脳脊髄液、その脳脊髄液の循環が良くなります。じゃあ座り方ね、どうやって座るかなんですけども、骨盤をしっかりと立てて座る方法なんですけども、まず普通に座っていただくと、少し骨盤が後傾している、後ろに傾いている感じになってますので、それを起こすんですけども、最も的確な方法はこの状態で、まずはこの体をね、上半身まっすぐしていただいて、そしてその状態でお辞儀します。股関節から折るような感じですね。そして戻します。腰でこう折るんじゃなくて、股関節で曲げる感じですね。そして戻します。そうすると骨盤がしっかりと立った位置に戻りますので、その立ったまっすぐに立った骨盤の上に腰の骨、胸の骨、そして首の骨、そして頭蓋骨、頭というふうにまっすぐ乗せるようにしてください。これが正しい座り方の姿勢になります。でこの状態でですね、ゆっくりと鼻から息を吸って鼻から吐くというのをしていただくんですけども、その時に先ほどお話ししたこの背骨ですね、背骨の中に脊柱管というところに脳脊髄液が流れていますので、その脳脊髄液がですね、脳から頭から循環してずーっと下の方にずーっと流れている、シュルシュルシュルっと流れているようなイメージをしていただければいいと思います。それをですね、約1分間大体で構いません。なんかこう頭の中からずーっと背骨の中を通って下にずーっと流れるっていう風なイメージで構わないので、それを行っていただくことで脳脊髄液の循環が改善しますので、ぜひ実践してみてください。そしてこれ行う回数なんですけども、もうね1日何回していただいても構いません。あれちょっと座り方がちょっとおかしいなって思うと、ちょっとお辞儀をして座り直していただいて、軽くこうまっすぐ整えていただいて、脳脊髄液が循環するという風なイメージをほんの少し、ほんの10秒でも構わないのでしていただくだけでも効果が上がってきます。はい、本日は自律神経を整える正しい座り方というテーマでお届けいたしました。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。またこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。